鍋の縁に味噌を置くんですよ。おうほうほうほう。で、それを崩しながら、牡蠣と一緒に食べるっていう、味噌の牡蠣の土手鍋っていう料理があって、ごっこってお魚があるんですけど、ブサイクだけど美味しいんです、これが。でも、この写真見たら、なんか顔、人間みたいじゃないですか。男として見たときに、ちょっとブサイクだけど可愛い男の子はしとみさんは好きですか？ブサイクというのは、まあなんか人によるだから、ああ、なるほど。そうそう。周りの人とか、この人はブサイクだけど、でも私見たら、いや、かっこいいと感じる。いいこと言う。どんな車運転します？知りたい。ホテイヨがどんな車乗ってんのかっていうのは、それは分かんないけどさ。車が大事なのかよ。放送作家の島津です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはこちら。証拠プレゼンツ鍋料理に合う魚スペシャル。冬といえばですね、鍋の美味しい季節ですが、中でも具材として欠かせないのが魚介類じゃないかと思います。そこで今日は魚博士しょうこちゃんにどんな魚介類を使うべきなのか、独断と偏見で、プレゼンしていただきたいと思います。前回しょうこちゃんにはしゃぶしゃぶにおすすめの具材として油たっぷりのぶりしゃぶ、さらに2月から春先にかけての旬の食材生わかめのしゃぶしゃぶを紹介してもらいました。水炊きの鍋には癖がなく魚本来の味が美味しいクエがおすすめと紹介してくれました。今回はこの続きから。じゃあ続いて、しょうこちゃんの おすすめの鍋、そして魚教えてください。次、味噌鍋いきたいと思います。牡蠣の土手鍋っていう料理があって、土手鍋とですね、鍋の縁に味噌を置くんですよ。で、それを崩しながら、牡蠣と一緒に食べるっていう、味噌の牡蠣の土手鍋っていう料理があって、どこの料理？広島か愛知か、どっちだったっけな。広島とかなんだ。そう、愛知だと八丁味噌とかで作るんですよ。ああ、なるほど。それでイメージが変わるけど。はい。土手鍋としての使い方としては一緒なんだね。はい。広島行ったことある？あ、ほんと？これ食べた？土手鍋。フライドカキ。あ、フライドカキを食べた。鍋は食べたことない。それは美味しい。こうやって本当に土手みたいに作って。そうそう。見たことないな。これがね、美味しいんですよ。味噌ちょっと焦げたりして、なんかそれも美味しいんですよね。あ、ほんと。感じの。はい。これなんかもそうなんだけど、はいはい。いや、牡蠣ってなんか醤油も合うし、何にでも合うかなと思ってんだけど、で、今みたいなトマトも合うだろうしとか思った時に、いや、しょうこちゃんなりの、いや、味噌は牡蠣なんだっていう部分をね、ちょっと教えてほしいんだけど。その土手鍋っていう郷土料理が昔からあることを私は大事だと思っていて、その昔ながらの食べ方が。食べられてると。はい。そういう料理がある。もちろんトマト鍋でも牡蠣は美味しいし、何でも準備すれば牡蠣は美味しくなるけど、昔からこういう食べ方してるんだよっていうのも勉強になるなって思ってる。なるほどね。歴史がある食べ方として。はいはい。素敵だな。新しいのもいいけど。そういう意味でこれはもう昔からある日本の食べ方ですよっていうことなのね。これはちょっとシドニーさん、納得した？でもね、ショコさん、皆さん同じ箸使う？それは鍋用のお箸があって、大体は。一本、これは鍋しか使いませんっていう。で、みんなお箸とお茶碗、小鉢があって、そこで食べる。で、
鍋用のお箸は別である。菜ああ。箸とかね。はい。まあ、ぐだぐだになってんのも、まあ、あるとは思うけど。まあまあまあ。まあ、家族とかだとグダグダになっちゃうけど。ぐだぐだになってるのもあると、まあ、一応基本ね、衛生的なことを言うとね。はい。じゃあ、続いて他に、味噌鍋におすすめの具材教えてください。はい。ごっこってお魚があるんですけど。ごっこ。しのりさんわかる？ご存知ですか？わかる。教えて。寒いところにいるお魚なんですけど、はい。ごっこはあだ名で、ホテイウオって名前なんですよ、本当は。ホテイウオ。はい。綺麗じゃない。そう。こいつね、ブサイクなんですけど。ブサイクだね。ブサイクだけど美味しいんです、これが。でも、この写真見たら、なんか顔、人間みたいじゃないですか。そうだよね。これはそう見えるな、確かに。いや、でも、なんだろう、ブサイクなんだけど、ちょっと可愛いっていう感じはある、ね。ブサカワだよね。結構安い。そう、安くてね、美味しいんですよ。安いんだ、これ。350円。鍋汁物って書いてますね。そう。割と安めで。いや、しかし、ブサイクだな。はい。これ、イメージは、あんこって、あんこと似てるなって私思ってて、あんこもブサイクだし、ちょっとブヨブヨしてるし、でもね、これ寒いところで取れるから、あんこもそうだけど、つのにさん、その秋田県とかいらっしゃったから、もしかしたら知ってるかなと思って。はい。秋田あたりいたかもね。そう、いたかなと思って、知ってるかなと思ってたんですけど。いや、でも、しのりんさんどうこれ、男として見たときに、ちょっとブサイクだけど可愛い男の子は、しのりんさんは好きですか？恋愛対象としてブサイクだけど、ちょっと可愛いじゃない。味はいいんだよ、味は。ホテイウオは味はいいんだって。味はいいよ。ちょっと見た目はかっこよくはないよ。かっこよくはないけど、なんかでも、愛くるしさあるじゃない。ちょっとマスコット的なさ、どうしろにさん。この、綺麗じゃないの魚と、小町米。秋田小町。一緒に合わせて大丈夫です。まあ一緒に合わせてね。まあそれはそれで美味しいかもしれないけどね。じゃあ一応、確認でミシェルにも聞いておくけど、ブサイクだけど、ちょっと可愛らしい男性はどうですか？全然。中身がね、中身は美味しいから。中身は、なんか、ブサイクというのは、まあなんか、人によるだから。なるほど。そう。そう、周りの人とか、この人はブサイクだけど、でも私見たら、いや、かっこいいと感じる。いいこと言うよ。いいこと言うな。でも、彼の車、どんな車運転します？知りたい。綺麗じゃないの顔、はい。車大事なんだ。ホテイウオがどんな車乗ってんのかっていうのは、それはわかんないけどさ。車が大事なんだよ。そうなんですか。すごいね。はい。じゃあ、ちょっと話戻して。まあ、そんなごっこが、鍋に行ったりだと。これこそ、その漁師飯なんですけど、ごっこ汁っていうのがあって、はい。寒い船の上で、漁師がごっこ汁作って温まってたっていうのがあって、またそのね、汁物がすごく美味しいんですよ。白身で、皮がブヨブヨしてて、あんこみたいな。コラーゲン肌にいいんですよ。だから。なんか黒目の色を見たら、なんかブサイクの可愛い顔しか出てこない。もともとこうだったんで。これね。そう、もう今の印象はさ。可愛いね。これブサイクなんだけどな。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、続いてのおすすめ鍋とおすすめ具材を教えてください。はい。次は、醤油いきたいと思います。はい。醤油は、何でもいけると思ってて。で、さっきお話に出たタラとか、で、タラ出たらもう白子とかも美味しいなって、思うんです。そうだね。まあ、その辺は定番としてあるけど、その中でも、じゃあ、しょうこちゃんおすすめの具材は何ですか？はい。しのにさん来ました。秋田の。
秋田。ハタハタのしょっつる鍋。ご存知？しょっつる鍋ってわかんないね。ハタハタ。そのしょっつるっていうのが、ハタハタっていうお魚で作ったお醤油、魚醤って言うんですけど、タイとかだとナンプラーってあるじゃないですか。そんなような感じで、そのお魚でお醤油を作る。はい。で、そのお醤油を出汁にして、はい。かつ、そのものも入れてるっていうことなの？そうです。丸ごと入れちゃうのね、これはね。そう。頭もその魚も入れちゃう。これが美味しいんですよ。で、これね、きりたんぽ入れて。出たはい。さん、きりたんぽ来たよ。ねえ、懐かしいね。はい。やっぱきりたんぽ見るたんびにちょっと秋田のことを思い出すんじゃないの？これ見て、これ。はい。ほら、きりたんぽ。おしゃれ。ミシェル知ってる？きりたんぽ。知らない。今の棒みたいなやつ。ああ、見たことはありますね。そう。固めたようなやつ。けど、これ。ないと思いますね。大好きよ。ひとりさん、きりたんぽの形大好きだよね。はい、大好きよ。はい。はい、ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。はい。それだけ欲しかったです。はい。ハタハタがあんまり取れるお魚じゃないし、その秋田とか。そうなんだ。集まる場所がちょっと限られてて、なんか兵庫とか、いろいろポイントはあるんですけど、秋田が昔から取れてて、そういう魚醤とかも作ったりしてるから。そうなんだ。いいですね、しょっつる鍋。はい、わかりました。はい。他に、しょうこちゃん何かおすすめありますか？話は変わるんですけど、はい、何ですか？皆さん、お鍋にカニ入れるのお好きだと思うんですけど、ズワイガニとタラバガニっていう2種類のカニを大体皆さん使うと思うんですね。で、その違いってご存知かなと思って。これ、シドニーさんどう？ズワイガニとタラバガニわかる？わからへん。教えて。わからへん。わからへん。はい。これが、そう。ズワイガニは左かな？見た？見たことある？食べたことある。はい。このズワイガニとタラバガニの違い、2人はわかりますか？K かな？ K？K みたいなそのブツブツあるけど、これ、剥いちゃうとわかんないんですよ。殻剥いて食べるでしょみんな。ブツブツもあるんですけど、決定的な違いがあるんですよ。あれ、曲がってる？なんか、スパイダーマンじゃなくて。そうだよね。タラバガニの方はなんかスパイダーっぽいよね。いや、それは俺もそう思うな。じゃあ、しょうこちゃん教えてください。はい。はい、足の本数を見てほしいんですよ。足の本数。ズワイガニが4本で、タラバガニが3本なんですよ。ハサミを除いてね、これ。ハサミを除いて、はい。ズワイガニは計8本あるってこと？はい、そういうことです。で、タラバガニは6本。だから、これも、だから生き物として全然違うものをみんな食べ方一緒で食べてるんだよっていうのをお話できたらなと思って。面白いですよねっていう。でもカニって言っちゃってんだ。本当両方カニって言ってるけど、全然違うよ。タラバガニの方はヤドカリに近いんですよ。これ。もうなんでみんな可愛いの？可愛いそう。ヤドカリ可愛い。タラバガニはこっちに近い、どっちかっていうと。昔、大阪住んでたの時、何の店？カニ道楽。カニ道楽。はい、行ったことある。はい。カニ道楽。そのケーキで食べた。はい。あそこはね、ズワイガニですね。そうなんだ。
肝臓のズワイガニ。なるほど、なるほど。はいはいはい。最近、ズワイガニが値段高騰してて、そのロシアで取れたりするから、そのロシアの問題もあるし。なるほど。はい。で、そのズワイガニが、減ってもきてるから、あんまり取れないってことで、代替商品として、紅ズワイガニっていうのが、出てるんですけど、違うものではあるんですけど、これがね、結構似ててわかんないんですよ、その見た目が。素人目にはさっぱりは、これがもう紅ズワイガニなんで、そこから確認しないとわかんないね。そう、私もこれパッと出されて、これは紅ズワイですかとかって言われてもわかんないんですけど、そんなに。並べられてもわかんないな。はい。これが、一応そのズワイガニより値段が安いので、みんなこれをズワイガニの代わりに食べようって言って。なんかそれでいいんじゃないかっていうね、俺もそう、代替商品として、スーパーに置いてあることがあります。今だとそういう感じなのね。そうなんです。なるほど。そして、そんな翔子ちゃんは、そしてカニアレルギーで食べれないっていう、ね。食べれない。ものすごい残念なことになってる。今までなんかいろいろ喋りましたけど、食べれない。いろいろ喋ったんだけど、私は食べれませんっていう。食べれない。かわいそすぎるね。でね、食べれなくなってから知ったんですけど、なんか、幻のカニっていうのがあって、で、さっき言ったズワイガニとベニズワイガニが、普段住んでる場所が違うんですよ、深さが。違うから、全然出会うことないんですけど、日本海でなんか一箇所だけ出会う場所があるんですよ。場所がその重なってるところがあって、で、そこで、交配する、その、卵を産んで、その、子供ができると。そのベニズワイとズワイの子供は、黄金ガニっていう名前がついてて。めちゃくちゃ美味しいんですって、それが。そういうふうに違う種類でも交配するんだね。そう、近い種類だからだと思うんですけど、その交配して、で、そういう。なんか立派だね。はい、黄金ガニっていうのがね、できるらしいんですよ。絶対これうまそうなやつだな。それこそしゃぶしゃぶとかにしたいな、俺。ね、食べてみたいなって思ったけど食べれない。もう、思ったけど食べれないんだよ。なんか地獄だね。別にね、きっと嫌いじゃないんだよね。食べたら美味しいってなるけど、もう体質の問題だもんね。そうなんです。好きだけど食べれない。好きだけど食べれない。まあ、その辺はね、ミシェルと多分体質に合う合わないの問題だ。体質の話、これは。なるほど。そんな翔子ちゃんにいろいろ鍋料理プレゼンしていただきましたが、皆様ぜひね、参考にしていただきたいと思います。はい。ということで、今日はこの辺で、皆さんさよなら。バイバイ。またね。お疲れ様でした。バイ。